舞台は2010年現代日本。引きこもり少年の夏木すばるはコンビニの帰りに突如異世界に召喚されてしまう。そこはルブニカ王国と呼ばれ、人間や獣人や亜人が共に生活をしていた。数百年前に当時の国王と契約を交わした神竜ボルカニカに守られ、国が繁栄したと伝えられており、神竜王国とも呼ばれている。しかし王族全員が次々と謎の病に倒れ、現在は王が不在であるため、神竜と対話をする資格を持つとされる者を全土から募り、その中で勝ち抜いた者を次期国王にする王戦を中心にストーリーが展開されていく。はい、皆さんこんにちは。ということで今回紹介する作品はリゼロから始める異世界生活ということで、2期も絶賛ね今リゼロやってるということで、では早速リから始まる異世界生活あらすじです。どうぞ。ある日、夏木すばるはコンビニの帰りの途中で異世界に召喚されます。最初は異世界に召喚されてワクワクするも、何もできず困り果ててしまいます。そこでチンピラに絡まれたところをハーフエルフの少女サテラに救われます。その恩返しをすべく彼女が盗賊に盗まれたという希少探しに協力します。スバルたちは盗品庫にいるという情報をつかみ向かいますが、サテラともども何者かによって殺されてしまいます。いやー、この殺されるシーン衝撃ですよね。なんかこうファンタジー系の世界ってこう殺されるのがお約束なんですかね。しかし彼は再び目を覚まします。異世界に召喚されたスバルは何も能力がないと思っていましたが、唯一得た能力は死ぬことで時間を巻き戻す死に戻りという力でした。まあ簡単に言うと、死に戻りってポケモンのゲームとかやったことある人わかると思うんですけど、伝説のポケモンの前とかでセーブして負けたらブチって切ると何事もなかったようにセーブ場所に戻るみたいな。その後、サテラの記章を盗んだ少女フェルトと出会い、取引を持ちかけるも、フェルトに記章を盗むように依頼した人物エルザが現れ、彼女によって殺されてしまいます。これがきっかけで最初に殺したのがエルザだということがわかります。スバルは3度目のループを果たしますが、今度は最初に絡まれたチンピラにナイフで刺され死んでしまいます。ここまさかですよね。初回で出てきたチンピラにやられるのかっていう、マリオでいうなんでしょう、こう冒頭に出てくるクリボーにこうバーン当たっちゃったみたいな、あんな感じですかね。死を経験して自分の能力を悟ったスバルは、4周目のループでチンピラに絡まれた際に剣聖ラインハルトと出会い助けられます。スバルはエルザの先手を取るべくフェルトと交渉しますが、そこにサテラが来てしまいます。さらにエルザまで来てしまい、交渉は失敗し戦闘になります。スバルたちは防戦一方ですが、間一髪のところ逃がしたフェルトがラインハルトと出会い、彼の加勢によりエルザを退けることに成功します。スバルは4周のループで彼女の名前がサテラでないことを知りました。彼はサテラからのお礼として彼女の名前がエミリアだと聞くことができました。しかしスバルはエルザの攻撃によって意識を失い、フェルトもラインハルトによって連れ去られてしまいました。どうでしたか。波乱万丈のねセーブポイント1位でしたけど、これねもうアニメでぜひねラインハルトのねかっこよさを見ていただきたいんですよ。これアニメ勢のね方にねネタバレしちゃったら申し訳ないですけど、ラインハルトがね最強です。これはね公式に作者のね方も言ってるんですけど、最強なんです。出てきたら絶対勝てるみたいなキャラなので、遊戯王でエグゾディアみたいな感じですよ。スバルは目覚めるとエミリアの計らいによりロズワール伯のメイザース邸で解放されていました。そこでルブニカ王国には王が現在は存在しておらず、エミリアはそのルブニカ王国の王候補の一人だということを知ります。エミリアの持つ王候補の証、希少を取り戻した報酬を与えると言われたスバルは、自分をこの屋敷で雇ってくれと申し出ます。それから4日間の間、双子のメイドである
レムとラムに仕事を教えてもらったり、一緒に村に買い出しに行ったり、勉強を教えてもらったりと順風満帆の生活を送るスバルでした。そして念願のエミリアとのデートの約束を取り付けたスバルは心を躍らせて眠るのでした。次の日、彼が目を覚ますと、そこはロズワール邸で意識を取り戻した初日でした。混乱するスバルでしたが、初日と同じ行動をして4日目の夜に寝ずにいればいいと考えました。しかしスバルはその晩、強烈な吐き気に襲われ、何者かによって殺されてしまいました。3週目では2週目に聞いた鎖の音だけが頼りでした。スバルは4日目の夜になる前に屋敷を出てロズワール邸を見張ることにします。しかしまた何者かに襲われてしまいます。スバルはその人物を見て驚愕します。その人物は双子のメイドのレムでした。彼女はスバルが王選候補者を狙う敵のスパイだと疑っていました。結局スバルの声は届かず、なすすべなく殺されてしまいました。スバルはロズワール邸の禁書庫を守るベアトリスに相談し、自分を5日目の朝まで守るようお願いします。約束は果たされ、無事に5日目の朝を迎えることができました。しかしその代わり、双子のメイドのレムが死んでしまいます。スバルはロズワール邸の人々を救うために自ら自殺を選び、もう一度死に戻りを果たします。いやー、まさかね、スバルが自殺を選ぶっていうシーンは、ここね、なんでスバルがね自殺を選んだかっていうと、殺されるっていう恐怖で夜うなされてたんですよね。でその時に手を握ってくれてたのは、実はこのレムとラムだった。殺したいくらい自分のことを疑ってるにもかかわらず助けてくれたっていう思いから、スバルはロズワール邸の人々を救いたいって思って行動するんですね。5週目、スバルはロズワール邸の人に信頼してもらうために必死になります。しかし自分を取り繕う彼の心は徐々に疲弊していきました。スバルは村の買い出しで何者かに呪いをかけられたことに気づき、村に向かいます。そしてベアトリスに見てもらうと、その呪いをかけた本人は子供たちの連れていた犬で、ウルガルムと呼ばれる魔獣でした。子供たちが危ないとレムとスバルは助けに行き、無事救出をします。しかしレムをかばったスバルは大量のウルガルムに複雑な呪いをかけられ、余命半日を宣告されます。解除方法は森に住むすべてのウルガルムを討伐するという条件でした。スバルは諦めかけますが、レムが一人で森に向かったことを知り、姉のラムと共に追いかけます。スバルとラムは傷ついたレムと合流し逃げますが、ウルガルムの群れから逃げることは難しく、絶体絶命のピンチを迎えます。その時3人の窮地に駆けつけたロズワールに救われ、魔獣の殲滅に成功し、スバルは生き残ることができました。そして自分を責め続けるレムに、弱い者同士寄りかかりながら笑って未来の話をしよう。俺は鬼と笑いながら未来の話をするのが夢だったんだ。というスバルなまっすぐな言葉にレムは救われます。そしてスバル自身も念願のエミリアとのデートの約束を果たしました。はい、ということでいかがだったでしょうか。疲弊しきった自分を取り繕ったねスバルね、実はあそこちょっと僕説明省いたんですけど、あそこねエミリアがね膝枕をするっていうね、なんともご褒美なシーンなんですけど、そうなんですよ。疲弊しきったスバルをエミリアが膝枕してこう癒してくれる。レム自身もねいいキャラしてるんですよ。これもねぜひアニメで見てもらいたいんですけどね、彼女自身がねすごくこう過去にトラウマがありまして、そのよくある上の方を持つと下の自分が比較されていろいろ言われるみたいなね悩みをねレムは小さい頃からずっと抱えてたんですね。でその時に姉のラムの角が魔女境に折られて、その時に心配よりも良かったっていう安心感の方が勝っちゃったんですよ。
そう思ってしまった自分に対する贖罪としてラムに尽くしたり、自分の評価が低かったり、自分を責め続けるっていう人生をねずっと歩んでたんですけど、ここでねスバルが助けてくれて肯定してくれたことによって、このレムが今まで後ろを振り返ってきた時間っていうのが前を進むための時間になったっていうところでね、すごく救われてね、このレムのね笑顔がすごいいいんですよ。でね、この死に戻りをするスバルの匂いはね、なんか魔女の匂いがするらしくて、だからねレムも助けるのに躊躇しちゃって、スバル君も大量のウルガルムにガブガブ噛まれちゃったんですけど、ただねそういういろんなものをね退けて、こうレムの心が救われたっていうこのシーンにね、レムの涙っていうのを見てね、僕もついねもらい泣きしちゃうぐらいいい作品でした。ということでね、まだまだ後半もありますので、ぜひ見てください。